こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、新バージョンの重さを意識し始めたこのタイミングで、ゲーム開始直後に停電するとか、また気持ちが揺れてしまいます。やっぱりマイクラには非科学的な AI が搭載されているのね。まあありがちな話ですが、私も昔ゲームにハマりすぎた時期があって、その反省でハード的な歯止めをかけておきたい、みたいなところもあります。それでパソコン買い替えの際には、つい高性能を敬遠してしまうんですよね。つまり、覚醒することが怖いのね。ともかく、前回はおまけ目標を中心にこなしました。ぼちぼちそれぞれ終わりや見切る時期が見え始めてきています。なお前回の、地下で星空見ながらの就寝も、細かい条件を探るのは新企画に回す予定です。さて、効率強化フォートシャベルを直していますが、これは完全に迂闊でした。本来ならば、ビーコンを先にもう一つ手に入れて、効率速度向上を効かせながら、効率強化5で直下するべきだったんですよね。それならハイスピード直下できるものね。さらに直下後に岩盤から登ってくるときに、跳躍力系の効果を使えば、2ブロックずつ登ることができたのかなと迂闊です。ビーコンいくつ使うのよ。さて、醸造を仕掛けてる間に5回ポイ投げして気づいたのですが、前回考えたことは一部誤りです。勘違いしていました。レール下のホッパーの真上にリードがこぼれたら、このようにまず最大8秒で点灯します。2つのホッパーの受け渡しは一瞬で行われるのね。また、点灯までの時間が最長となるパターンは、今の1ブロック奥に、ホッパー付きトロッコが通り過ぎた直後にリードがこぼれた時で、16秒でしょうね。で、それを試そうとして失敗したのね。吸引力を侮っていました。まあいいや、そろそろポーション作り終えてるし。さて、そんなことよりご指摘いただいて、もうまさにそれだと思いました。この実験、遠くから見えにくい RS ランプより、ビーコン使う方が断然適しているんです。今まで散々ビーコン使っておきながら、ビーコンの光の有効活用に気づかなかったのはお恥ずかしい限りです。色々とビーコン2つ目を手にしてから進めた方が良かったわね。さて闇の村に来て早々、スポナー探しの前にぼちぼち廃村化計画を進めます。実のところ、ここまでこの家に村人が集合するとは予期してませんでした。スポナー探しの副産物です。最近村の地下に長く滞在し続けたから、村人が動き回ったのね。そして、2スタック分登ってきたところです。私の理解が正しければ、家のドアからまっすぐ5メートル以内に、直射日光が当たる場所がなければ、家なのに家じゃなかったかするはずです。その範囲にあるのは、ディスペンサー、ピストン、ポドゾル、禁止ブロック、TNT の5種類です。で、少々ググったら TNT は直射日光を遮断するらしいので、ここで直射日光を投下するのはピストンだけのはず。要するにこれで廃村化計画が完了のはずです。計算通りならね。人事は尽くしたので、村人たちが村の掟に縛られず、自由に生きられる日々が来ることを祈るばかりです。ゾンビ化する天命しか待っていないわよ。さて、では前回のスポナー探しの続きです。前回までに直下したのは風車型7の4周目までで、直下ポイントは41箇所プラスアルファ、今回は残り20箇所のポイントを直下します。で、5周目最初の直下中にゾンビ声を耳にしました。一応軽く探索します。一体の声しか聞こえないし、見込みは薄そうね。まあすぐ諦めました。格子状1箇所おきに直下しているので、探索はごく限られた範囲のみで十分でしょう。その5分後、目の前に丸石が現れてうおーと一瞬気が高ぶりましたが、ただの自然の丸石製造機です。紛らわしいわね。丸石製造機は稀に見かけることがあるのですが、これだけ長く生成されたものはちょっと記憶にありません。
洞窟探索経験が薄いものね。そしてその後は順調というか、たまに洞窟を掘り当てたり溶岩ドボンするくらいで特に変わったことはなく、あえて言うなら金鉱石が2つ増えた程度でした。そして、早くも風車型7の、予定してた5周目の最後の一編です。もう残りわずかなのでついミラクルを期待してしまいますが、やはりスポナーは見つからないようです。ちらっと見える丸石はすべて、直下の登り際に置いてきた丸石です。そして最後に掘り当てた洞窟でスケルトンを仕留めて、あわよくばで開始したスポナーでの湧き潰し計画は、終焉を迎えました。やっぱり無理だったわね。ちなみに手慣れた5周目は1周34分でしたので、慣れていればここまで1時間40分ほどの作業量だったようです。さて、色々と考えてみたのですが、この企画のもっと序盤の頃に、村の地下に適度な空洞を掘り抜いて、ゾンビを沸かせる方法もあったと思います。ディスペンサーなどで適当なドロップ品を撒き散らし、4分周期でドロップ品を回収してまた撒き散らす仕掛けを作って、長期間放置すれば、思惑通りなら、モブの湧き数上限に達する頃に自然にゾンビが湧き止まる、というわけです。思惑通りでないなら、ゾンビが永遠に増え続けるか全然湧きたまらないのね。さて、闇になりきれない闇の村、通称闇詐欺の村の様子です。全部松明撤去してもいいのよ。廃村化計画が進んでいれば考えますが、まだ村人たちは懲りずに北東の家に執着しているようです。直射日光は遮断したはずですが、何がいけなかったのでしょうか。時間経過が足りない可能性、あとは遮断すべきブロックを見落としている可能性ね。家路ダッシュを確認すべく、夜まで待ちつつ再確認していますが、どうにもブロックが原因とは思えません。あえて言うならドアの真上はスライムブロックの層なのですが、ドアの真上は家の構造物で直射日光が遮断されているはずです。そして、家路ダッシュで駆け込むのは、やはり東北の家のみです。意外と廃村化計画が最後のラスボスだったりね。まあともかく、比較的怪しそうなドア真上のスライムブロックは、直射日光を遮断しました。で、試しに村人を押してみても、まだ村を見捨てていないようで。再びピラミッド裏まで登って眺めてみると、他に怪しそうなのは TNT くらいです。直射日光を遮断するのは確かなの？わかりません。私がググった情報がバージョン違いの可能性もなきにしもあらずです。さて、恒例のネタバレですが、今回もラバたちは脱走していました。そしてわかりにくいですが、見えた時にはすでに RS ランプは光っていたようです。前回と挙動が違うのね。謎は深まるばかりです。やはりリードを拾ってから光るまでの時間短縮を試みるべきでしょうけど、ビーコンを入手してからにします。で、適当にネザーの準備を整えて、さっさと出発です。ウィザースケルトンの頭は2つ備蓄があるので、まずは1つだけ追加で入手します。そして5分でメサへのネザーワープ通路沿いにあった、2カ所目のネザー要塞に到着しました。で、また迂闊なことをしてしまいました。こっちは天井のある通路が少なかったわよね。おかげで整地されたスペースが極端に狭く、湧くには湧くものの、外に落とさないように戦うのがだるいです。まあ運があるかもと走り回って6体倒しましたが、頭ゲットならずで、この辺りでさすがにだるくなってきました。素のネザー要塞で戦ったのは久々でしたが、ネザー要塞を整地しておく有用性を改めて思い知ります。といったところで今回はここまでです。次回は多分第1ネザー要塞に、気が向いたら第3ネザー要塞に移動して頭狩りです。第3も考慮に入れるのね。ただ、第3は少々遠いので、もし第3に行くなら頭7個集まるまでこもりっきりになると思います。
なお、おまけ目標の進捗はこんな感じで、3番が没、6番7番に危険信号が灯りました。どういう意味なのよ。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。